もうこんな時間か。そろそろ夕飯にするか。今日はハンバーグの予定だったな。わーい、今日の夜ご飯、父の作るハンバーグ。よくわかったな。宿題があるなら早めに済ませておけよ。そういえば。ではヨルさん、僕は夕飯の準備をしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ私はその間にボンドさんのお夕飯を。ボンドさん。アーニャ遊んでる暇ない。絵日記で忙しい。絵日記が宿題なのか。何を書くんだ？それに悩んでいる。本日はここまでとする。諸君、気をつけて帰るのだぞ。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何書くの？アーニャ、すごい絵日記書く。それってどういう絵日記なの？次男はどんなの書く？あ？絵日記？なんでそんなやつに聞くのよ。どんなの書こうが関係ねえだろ。気安く喋りかけんな。すごい絵日記書いたら次男にも見せてやる。すごい絵日記？庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ。ちょっと、実際大したことなくてもアーニャちゃんにとってはすごいものなのかもしれないでしょ。ってことがあった。そうか。それにしても絵日記なんてすごいも何もないだろう。そもそも絵日記はその日の出来事を絵と文章で表現させてアウトプットの強化を図りつつ、教師が生徒の日常の把握を。父難しいこと言ってる。でも次男にすごい絵日記見せないと。そもそもなんでそんなこと言ったんだ？プラン B のため。すごい絵日記が描けるなんてすごいぜアーニャさん。友達になってくれってなる予定。目立ちたかったから。そうか。そうか。でもすごい絵日記って何でしょう。楽しい思い出を書くとかでしょうか。アーニャ、楽しいお出かけしたい。宿題に前向きに取り組もうとしているのはいいことだな。少し検討してみてもいいが。お出かけをしたら絵日記も書きやすいですよね。お出かけしたい。わかったわかった。それじゃどこに出かけるか決めるとするか。私ね、アーニャちゃんを見てるともどかしいの。ほう。アーニャちゃんはあいつのどこが好きなの？好き？誰？もう照れちゃって。ダミアンのことよ。いつも影から見てたりするでしょ。目で追いかけたりとか。父と母、ボンド、好き。ピーナッツとアニメ、好き。次男、別に全然。もうアーニャちゃんってば照れちゃって。大丈夫よ。アーニャちゃんがあいつに気に入られるように手伝ってあげる。ベッキーに任せたらアーニャプラン B うまくいく？ここは私の腕の見せ所ね。何する？そうね。
男なんて結局女の見た目に騙されるのよ。おしゃれして可愛くなればあんなやつイチコロよ。ほう。ってわけでまた一緒にお買い物に行きましょう。アーニャちゃんに似合う服選んであげる。アーニャちゃんならガーリーなコーデやクラシカルスタイル、ちょっと甘辛スタイルで攻めるっていうのもいいかもしれないわね。スクールボーイ風や最新のスペースコーデも可愛いと思うわ。私には劣るけど。じゃんじゃん試着して殻を破って新しい自分に生まれ変わるのが大事よ。私ほどじゃないけどどれも似合いそうね。迷っちゃうわ。おしゃれの向こう側に手を伸ばせばアーニャちゃんは注目の的よ。おしゃれ大変。どれがいいかわかんない。そうね、あいつの好みがわからないと方向性が絞れないわね。でも相手の好みに合わせるだけがおしゃれじゃないわ。アーニャちゃんは好きな服とかないの？アーニャお洋服よりアニメグッズにそそられる。まあアーニャちゃんらしいわね。アーニャちゃん、お掃除が終わったら帰る時間までおしゃべりしない？望むところ。昨日見たアニメの話聞かせてやる。アニメに興味はないけど、とにかく早く掃除を終わらせちゃいましょう。うい。デスモンド流ローリングスーパーさすがですダミアン様、格好が綺麗になりました。こんなの俺様にかかればちょろいもんだぜ。綺麗になったことだしもう終わりだろ。ちょっと待ちなさいよ。まだ掃除は終わってないでしょ。はあ？俺らの足元は綺麗になっただろ。あんたたちの足元はね。見なさいよ、私たちのところ。あんたが余計なことするからやり直しじゃない。んだと？そもそもお前らがチンタラやってんのが悪いんだろ。そうだそうだ、ダミアン様がスタイリッシュに掃除してくれたんだ。むしろ感謝しろ。どこがスタイリッシュよ。ほんとガキね。クソ野郎。はあ？チンチクリンに言われたくねえ。真面目に掃除しているかチェックするか。きちんとやっているようだな。協力して掃除する姿、実にエレガント。先生言った。お前らのせいで無駄に焦ったじゃねえか。アーニャ悪くない。次男がお掃除下手くそだから悪い。そうよ、アーニャちゃんの方がちゃんと掃除してたわよ。なんだと？俺がこんな短足物に負けるわけねえだろ。どっちが掃除うまいか勝負するか。アーニャ次男に余裕で勝てる。はあ？いいぜ、受けて立ってやる。早く掃除を終わらせた方が勝ちだからな。ダミアン様頑張って。やっちゃってくださいダミアン様。アーニャちゃん、勝負なんてガキっぽいことしなくていいわよ。ベッキー、安心しろ。アーニャすぐに終わらせる。アーニャちゃんってほんとガキっぽいのね。行くぞ。おりゃさすがダミアン様、ゴミが吹っ飛んでます。ダミアン様が通った後にはゴミ一つないです。ふわー。やるな短足。これならどうだ。ドリー、まだまだ。ふわー。静かに掃除した方が早く終わるんじゃ。むしろ散らかってない？ベッキー、頼みがある。アーニャちゃん、いつになく真剣な表情だわ。
かしら。アーニャ、帰る前に勉強しようと思ってる。ベッキーも付き合実習していきたいってことね。でもお家に帰ってからも勉強するんじゃないの？え。父が教えてくれるけど、勉強難しい。次のテスト頑張らないと父に怒られる。ロイド様ってスパルタなの？父は任務の鬼。鬼のロイド様も素敵だわ。でも親の期待が大きすぎると子供は大変よね。わかったわ。一緒に勉強しましょう、アーニャちゃん。ベッキーいいやつ。早速実習を始めようと思う。アーニャちゃんやる気ね。それじゃあまずは算数から。そうね、この問題からやってみましょう。任せろ。答えは残段数8分の残段数？そんなのどこにも書いてないけど。どこから出てきたの、アーニャちゃん。3分の3。違うわ。この問題は早かったかしら。こっちからやってみましょう。ほら、授業でやったばかりのところだからわかりやすいわよ。ここがこうなってこうできたわ。私は答えが3分の1になったわ。アーニャちゃんは？うい。アーニャちゃんったらもう寝そうになっちゃってる。そうだ、眠気覚ましに飲み物を持ってきてあげるわ。うい。アーニャに任せろ。誰か残っているな。あれはアーニャ・フォージャーか。アーニャちゃん寝ちゃってるかな。ドアのところに誰かいる？ブラックベルか。放課後に友と自習とは感心だ。そしてフォージャーもまた。アーニャ、頑張ってほしとる。その心意気、実にエレガント。本当はアーニャちゃん寝てるって知ったら面倒なことになりそう。とはいえ、あまり帰りが遅くならないようにな。休憩もきちんととるように。寝てるのはバレずに済んだみたいね。ほら、アーニャちゃん起きろ。起きて勉強しようよ。残念。3分。もしかして夢の中で勉強してる？こんな調子で次のテスト赤点になったらどうするのよ。次のテスト頑張る。アーニャちゃん、気にすることないよ。次頑張ろう。補習とかさすがですタミヤン様。勉強だけじゃなくモノマネも得意なんて。アホっぽいところがそっくりです。今日も一日頑張った。早く帰ってココア飲みたい。ほら、どこへ行くフォージャー。これから補習だ。そういやアーニャ、今日補習だった。あんなにショック受けてたのに補習のこと忘れてたの？さあさっさと帰ろうぜ。俺たちは補習なんてないしな。はいですね。何よあいつら、いちいちバカにして。ほんとガキね。でも大丈夫よアーニャちゃん。補習受けて次のテストで見返してやりましょう。
アーニャちゃんならできるって私信じてるもの。ベッキー。それじゃ補習頑張ってね。またねアーニャちゃん。ベッキーもう帰っちゃう？アーニャ・フォージャー、そろそろ補習を始めるぞ。アーニャも帰りたい。であるからこの時王権が補習さっぱりだけど、アーニャいいこと気づいた。先生の心読んで早く終わらせる。何を笑ってるアーニャ・フォージャー。おかしなことがあったかね。笑ってないです。笑っていただろう。嘘はいかん。ノットエレガント。授業を思い出してたです。おお、さぞ面白い授業だったのだな。しかし今は補習中だ。先生の教え方わかりやすいです。それなら先ほどの中でどの人物が尊敬できるかね、フォージャー。罰としてフォージャーには追加で課題を出す。さて続きだが、この年にはお腹すいた。今日のご飯なんだろう。早く帰って父のご飯食べたい。となるわけだが、聞いているかアーニャ・フォージャー。あの雲ハンバーグみたい。何のための補習授業だと思っている。罰としてさらに課題追加とする。今度のテスト不安だねアーニャちゃん。ベッキー、テストに備えてアーニャと勉強会しろ。あら楽しそう。もちろんいいわよ。次男も誘いたい。なんであんなやつ。みんなと勉強会すればみんなの得意科目わかる。次男とも仲良くなれて世界が平和に。もしかしてアーニャちゃん勉強会を口実にダミアンとの仲を深めたいのね。お前ら何二人で盛り上がっちゃってんの？テストも近いってのに勉強してんすかねこいつら。次男、アーニャとベッキーの勉強会に来い。はあ？俺たちとお前らで？なんだってそんなこと。みんなでやればテスト怖くない。怖いのはお前だけだろ。はう。みんなでやれば満点間違いなし。いや無理だろ、特にお前が。ガーン。みんなでやればお得満載。何か企んでるのかてめえ。何も企んでない。みんなで勉強した方が教え合ったりできるし効率がいいでしょ。くだらねえ。お前らに教えてもらうことなんか俺にはないね。次男、こないだの国語のテスト50点だった。うるさい、あれはたまたまだ。次男、アーニャが教えてやる。ふざけんな。俺より悪い点数取ってたくせに。何の騒ぎかね。校内では静かにしたまえ諸君。勉強会を。おお、勉強会か。それは感心。実にアメイジングな提案だミス・フォージャー。みんなで勉強しようって言ってるのにダミアンが嫌がるんです。そうなのかねミスター・デズモンド。だってこいつらと勉強したって無駄だと思うかね。だが人に教えることで自らも学べることは多いのだぞ。なるほど。じゃあ
まあ少しくらいな。いがみ合っていた者同士が歩み寄る、実にブリリアントな光景だ。アーニャちゃん。アーニャちゃんの思い、ダミアンに伝わったよ。てめえ何言ってんだ。お前らなんかの頼みなんて誰が聞くか。そうだ調子に乗るな。何よ、なんであんたたちにそんな風に言われなきゃいけないのよ。もう行こう、アーニャちゃん。こんな奴らといてもバカが映るだけよ。ブリリアントな光景でもないかも。アーニャ、一人で勉強頑張るしかないのか。ダミアン様、テストの結果はどうでした？まあいつも通りって感じだな。いつも通りって。おお、歴史94点。ダミアン様すげえ。でもダミアン様は相変わらず国語が苦手ですよね。うっせえ、いつも通りって言っただろ。寮に帰ったら早速国語を重点的に復習ですね。俺とユーインも手伝いますよ。まったくお前らは。ダミアン様、どうしたんです？何を見て。あいつらですか。相変わらず騒がしいですね。アーニャちゃん、テストどうだった？私はまあいい方だったわ。今回のテスト、アーニャ頑張った。堂々と父に報告できる。わざわざロイド様に報告を。そんなにいい点数だったのね。アーニャちゃんすごい。ご褒美のピーナッツ、間違いなし。とってもささやかすぎるわ。そんなのよりもっと高いやつにしましょう。これでお城に連れて行ってもらえる。お城？ロイド様と？私も行く。これで世界平和、一歩近づいた。世界平和？急に壮大な話になったわね。ブラックベルはともかく、図書民は赤点の常習犯だっていうのに、何がそんなに楽しいんですかね。さあな、見てる分には飽きねえやつだけどな。おいチンチクリン。次男。どうだ、これが俺様の点数だ。ダミアン様、モノマネ上手ですね。ちょっと、急に話しかけてきたと思えば嫌味？確かにアーニャちゃんは私より成績は悪いだろうけど。聞けベッキー。アーニャ、今回のテスト自信ある。あ？お前どうせ赤点なんだろ。アーニャがいつも赤点と思わない方がいい。これがアーニャの頑張ったテストの結果。これは31点、30点、31点、32点って全部赤点スレスレじゃねえか。そう、アーニャ一個も赤点取らなかったのだ。すげえ、この点数で笑ってやがる。笑えん。前向きなのね、アーニャちゃん。さすがだわ。俺にはこの点数で自信満々になれる理由がわからん。次男、わからない？アーニャ赤点なかった。超偉い。いや、これまでと大して変わらないだろう。大体ダミアン様にそんな点数で突っかかってくるとか生意気だぞ。ベッキー、次男と家来、変なこと言ってる。アーニャちゃんはそのままのアーニャちゃんで大丈夫よ。私、応援してる。バカと絡んでるとこっちまでバカになるな。いら。アーニャ悪くない。間
ったこと言ってない。うっせブスブスブース30点バカ。帰るぞお前たち。はい、待ってくださいよダミアン様。アーニャ、もう一度あいつを殴ってこようと思う。ダメよアーニャちゃん、退学になっちゃうわよ。あんなの放っておいて私たちも行きましょう。次男クソ野郎。でも任務のため仲良くしないといけない。世界平和難しい。父の任務のお手伝い。次男と仲良くなるとお得満載。こいつずっと見てくるな。なんなんだ一体。どうしたんですダミアン様。あ、暴力賄賂医者の娘。アーニャちゃん、いたいた。で、ダミアンなんか見つめてどうしたの？アーニャ、次男と仲良くしたい。アーニャちゃんってやっぱりそういうことなの？おい、何見てんだてめえこら。アーニャ、お前と仲良くしたい。俺はお前みたいなチンチクリンに構ってる暇はない。ひどい。やっぱりあんなやつやめときなよアーニャちゃん。アーニャ、あいつをもう一度殴ろうと思う。それはダメよ、退学になっちゃうわよ。用がないなら気安く喋りかけんな。用事ならある。なんだよ。アーニャ、次男と話したいことがある。話したいことだと。こいつにしてはいつになく真剣な顔だな。一体何を。聞いてやらないこともないからさっさと言えよ。次男はクソ野郎だけど任務のためアーニャ我慢。なんだその小バカにしたような笑いは。くそ、俺をバカにしてるのか。ねえ、ダミアンに用事って何なの？おい、ダミアン様はお忙しいんだぞ。そうだそうだ、お前らとのんきに話してる暇なんてないんだ。何よ、そんな風に言わなくてもいいじゃない。アーニャちゃんだって何もないのに呼び止めたりしないわよ。まさかアーニャちゃん。こいつまさか本当に何もないのか。ダミアン様、こいつ何も考えていないのでは。それに用事なんてきっと大したことありませんよ。さっさと帰って勉強しましょう。そうだな、絡んで損したぜ。アーニャ、ダミアン様、こんなにしつこく絡んでくるってことは、あいつひょっとしてダミアン様のお父上に取り入ろうとしているのでは。そうです、他のやつらと同じですよ。アーニャ、違う。アーニャ、次男と仲良くしたい。だからこいつまたまっすぐに俺を見つめて。調子乗んなよ動物が。ダミアン様、顔真っ赤ですよ。クソがー！ちょ、ダミアン様！今日はこのくらいで勘弁してやら。ダミアン様、どうして逃げるんです？うるせプラン B。 次男との仲良し作戦うまくいかない。もどかしい。一体何だったのかしら。ま、いいか。アーニャちゃん、私たちも帰りましょう。今度こそ次男と仲良しになって父のお手伝い。次男の家に行って父の任務成功させる。そうすれば世界平和になって父も喜ぶ。本当に何なんだよあいつ。聞け次男。何か用かよ。ア
る。だからどうした？世界終わった。庶民を一周する一言、さすがですダミアン様。え？そんなひどいこと言ったか？おみそれしました。しくしく。どうせ小汚い打鍵なんだろ。ちょっとあんたたち、またアーニャちゃんをいじめてるの？うっせえ！お前には関係ないだろ。アーニャんちの犬小汚いって言われた。まあひどい。確かにうちのビーゼルちゃんよりは可愛くないかもしれないけど、でもそこまで言うことないじゃない。私はアーニャちゃんちの子に興味あるな。うちのビーゼルちゃんと一緒に遊べたらいいね。レッキンちにも犬いる？じゃあいつか一緒に遊ぶ。なんだよ。次男も一緒に遊ぶ？なんで俺が？もうアーニャちゃんったら、こんなやつ放っておきましょうよ。それよりいつ遊ぶ？今から楽しみだわ。ダミアン様が庶民の打鍵と遊ぶわけないだろう。ね、ダミアン様。まあな。さあ行きましょうダミアン様。このままじゃ父の任務手伝えない。あ、ボンド入れた家族写真見せれば。あ、何あれムカつく。で、アーニャちゃん、なんか落としたよ。はっ、かっこいい。ロイド様、相変わらずかっこいいわ。アーニャちゃん家に行けば今度こそロイド様に会えるかしら。ねえ、今度アーニャちゃん家遊びに行っていい？計画と違う。ボンドの魅力次男に伝わらない。私が秘密組織 P2 のボスキメラ長官だ。君が新しく入った新人くんだね。水族館から来たペンギンと申するます。よろしくお願いするます。エージェントアーニャくん、例のものを。半分こしたピーナッツをお互い食べる儀式。それをやると正式に我が組織の一員と認められるのだ。ポリ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 。今日から君たちは仲間だ。平和のために頑張りたまえ。エージェントアーニャくん、新人くんに我がアジトを案内してやりたまえ。おきどき。ここがアジトの指令室だ。この機械で毎日情報を集めている。アニメを見ている。こいつはエージェントチッチ。何でもできるスーパーエリートだ。なんだ？スパイごっこか？こいつはエージェント母。強いけどあとはダメだ。そんなにダメですか？二人ともアーニャの立派な子分だ。次はこっちだ。父の部屋だ。我が組織の最大の秘密の場所。心してかかれ。では母の部屋だ。我が組織の最大の秘密の場所。この部屋の秘密を知ったら生きては帰れない。では父と母の部屋、どちらから行こうか。手前から順に行きましょう。ペンギン、お前は度胸がある。ついてこい。ではこら、何してる？勝手に入ったらダメだとあれほど言ったろ。いや、ハサミとかストーブとか危険なものがだな。本当はもっと危険なものが。そうですよ、ダメです。
の部屋にも毒針などが。父も母も嫌い。アーニャ家出する。まずいぞ。このままではオペレーションストリクスが瓦解してしまう。先輩、世界平和のためには泣いてる場合じゃないですよ。アジトの案内はこのくらいにして次の任務に向かいましょう。そうです。悪い奴らをやっつけに行きましょう。よし、ついてこい。お前ら、2番街のお菓子屋さんが悪者に乗っ取られた。助けに行くぞ。気をつけろ。敵の罠が仕掛けられてるかもしれない。さすがっす先輩。何あれ、仲良し家族ね。スパイは目立ってはいけない。よし、これで洗い物は完了ですね。アーニャさんたちがお散歩から帰ってくる前に終わってよかったです。次は私の部屋の整理でも。どなたでしょう。こんにちは、フォージャー夫人。先生が職場に忘れ物をしていたので届けに来たのですが。わざわざありがとうございます。でもロイド主人は今娘と犬の散歩に出かけてまして、そろそろ帰ってくると思うので上がってお待ちになっては。ではお言葉に甘えて。相変わらず隙のない身のこなしね。でもあなたは己の未熟さを自覚すべきよ。この作戦にはふさわしくない。はは、アーニャ帰還。父大好きのスパイのお姉さん。フィオナ君、なぜここに。こんにちは先生、お邪魔しています。予想より帰宅が早かった。一体どうしたんだ。まさかまた緊急の案件か。忘れ物を届けに来てくださったみたい。コーヒー入れてきますね。アーニャさんはココアでいいですか。うい。そうか、ありがとう。いえ、買い物のついでですし。どういうつもりだ。諜報員同士のいらぬ接触は避けるべきだが。2番街のスーパーか。はい、玉ねぎが安かったので。あとかぼちゃとパスタも。あの店のおすすめはエビだ。父とお姉さんバチバチ。どうぞアーニャさん、お菓子もありますよ。ココア。大丈夫ですかアーニャさん、やけどしてませんか。何やってるんだまったく。物をこぼすなんて粗骨な娘ね。母親として教育が行き届いていない証拠よ。私が母親になったら分単位でスケジュールを管理し、知識と体術を徹底的に叩き込む。もちろんマナーもね。叱ることもできないこの女より私の方が適任よ。この女にはとても務まらないわ。私と変われ。アーニャ、この母断固拒否。なんだかアーニャ、母に甘えたい気分。どうしたのですか急に。こぼしても怒らないで拭いてくれる優しい母。世界一好き。仲良しの父と母がいて、ボンドもいて、アーニャ、ホージャー家の娘ですごくよかった。アーニャさん、ロイドさん、私頑張ります。娘の教育もできないくせに先輩の妻にふさわしいのはこの私以外いないのに。なんか疲れたな。すみません、急な患者が入ったらしく仕事に行ってきます。お医者様って大変なんですね。
お仕事頑張ってください。父、今日は悪者を倒しに行った。それじゃあアーニャさん、私と一緒に宿題をやりましょうか。姉さん、近くまで来たから寄ってみたよ。あらユーリ、いらっしゃい。あ、姉さん、今日も美しい。そんな姉さんを毎日見られるなんて罪な男だ、ロイド・フォージャー。おじ、いらっしゃいませ。おじと呼ぶな。ロッティは？父は急な仕事でお出かけ。姉さんを放って仕事に行くなんて。いや、あいつがいなければ僕が姉さんと一緒にいられる。しかし家に帰ってきたら姉さんが待ってるなんて羨ましい。温かい料理に姉さんの愛を独り占め。妬ましい。ゲップ。なんだ小娘、胸焼けか？おじのせい。ユーリ、アーニャさんに変なものあげちゃダメですよ。そんなことするわけないだろ。まったく、いきなり何を言い出すんだこいつ。姉さんに嫌われるようなこと。ロイド・フォージャーの差し金か。そうに決まってる。胸焼けする。あら、大丈夫ですか？いやしいやつめ、どうせ姉さんのご飯を食べ過ぎたんだろう。まあ限界まで食べたくなる気持ちはわからなくはないが。アーニャ勉強する。偉いですね。何か飲み物でも用意しましょうか。そうだ、ユーリ、お願いしたいことがあるんですが、アーニャさんの勉強を見てあげてくれませんか？え、僕が？せっかく姉さんに会いに来たのに、どうして小娘の勉強を見ないといけないんだ。私よりもユーリの方が上手に教えてあげられると思うしね、お願い。お願いお願いお願い。ね姉さん。わかった。僕に任せて。ありがとうユーリ。私お茶菓子を用意してきますね。で、今日は何の勉強をするんだ？算数。算数か。わかった。それじゃあ始めるぞ。違う、そうじゃない。飲み込みの悪いやつだな。真面目にやれ。やってる。ほら、また間違えた。いいか、重要なのはなぜ間違えたかを理解すること。それを繰り返さないようにするんだ。懐かしい光景ですね。頑張った後に手作りお菓子を出してあげましょう。お前が頑張れば姉さんだって喜ぶんだ。母喜ぶ？喜んだらアーニャのこと褒めてくれる？もちろんだ。そして教えた僕のことも姉さんは褒めてくれるはず。父も褒めてくれる？まあ褒めるんじゃないか。アーニャ勉強頑張ります。その意気だ小娘。姉さんの笑顔のためにやるぞ。イエスサー。ふんふんふん。お絵かきお絵かき。アーニャの絵を見てる。アーニャの芸術性に気づいた。父、母、できた。アーニャ上手に描けた。ああれは一体何だ。全くわからん。アライグマ？いや、クマか。ガーン。わあ、アーニャさん上手ですね。何？夜さんは分かったのか？こいつが何を書いてるのか。母親だから分かるのか？
子供の描く絵って不思議ですよね。何かは分からなくても楽しさが伝わってきます。父、何かわかる？もちろんだ。これはクマさんだろう。母、これわかる？猫ちゃんですか？可愛く描けてますね。まさかもしかして違ったのか？違いました。これはかなり難問ですね。これはキリンさんですよ。この首の長さはそうですよ。いや、この縞模様はシマウマだろ。でもこの模様だとチーターさんかもしれません。パンダという可能性も。父と母、的外れ。答え、牛さん。ボンドなら分かってくれるはず。アーニャ、母のお手伝いする。本当ですか？ありがとうございます。とは言ったものの、包丁などは危ないので危険じゃないものを手伝ってもらいましょうか。では洗濯物を畳んでもらえますか？まだ小さいのに家事に興味を持つなんて、アーニャさんは偉いですね。ユーリも小さい頃、私のお手伝いをしてくれて。どうしました？上手にできない。ぐちゃぐちゃになる。あらあら、初めはできないものですよ。それじゃあ気分を変えてお皿洗いをお願いできますか？任せろ。ユーリが初めてお洋服を畳んでくれた時を思い出します。あ、アーニャさん大丈夫ですか？お皿割れちゃった。ごめんなさい。お怪我はありませんか？危ないのでここは私が片付けますね。アーニャ、役立たず。そんなことありません。アーニャさんが手伝ってくれて嬉しいです。母のお手伝いできてない。一度にたくさんではなく、一つずつできるようになりましょう。父や母みたいに上手にできない。最初からできる人はいませんよ。練習するうちにきっとできるようになります。今から少しずつできるようになればいいんです。それに失敗は成功のもとって言いますからね。アーニャ、頑張る。それじゃあお掃除をしましょうか。きれいにする。ここはどうすればいい？そこはですね、こうするといいですよ。おお、母すごい。アーニャもささっと片付けられるようになる。はい、一緒にできるようになりましょうね。父が帰ってくる前に終わらせてびっくりさせる。母、次はこれ？はい、お願いします。アーニャさんと一緒だと楽しいですね。どうした？手が止まってるぞ。そこはさっきもやった公式を使って。基礎はできてきているが、大幅な点数アップにはつながらない。俺の教え方が悪いのか。そうだな。こいつが何につまずき悩んでるのか、理解してないところを俺が理解できてないから。アーニャが勉強できないから父困ってる。頑張らないと。
ほら、またそこ間違えてる。慌てなくていいからしっかり読んでとけ。あわわわ。何をそんなに慌てる？ケアレスミスが増えてる。ああ、もうすぐスパイアニメの時間か。だったら集中してさっさと終わらせないとな。これはさっきできた問題の応用だ。まずは問題をちゃんと読んで理解するところから。できない。慌てずちゃんと読めばできる。今はテストじゃないんだ。焦る必要はない。理解。焦らなくていい。さっきはこの問題ができたんだ。落ち着けばできる。勉強できないと父のお手伝いできない。まだ難しかったか。もう一度勉強のやり方を見直すべきか。いいか、間違えることは悪いことじゃない。次に同じところで間違えないようにすることが大切で。うい、あーにゃ頑張る。少しずつだができるようになってる。ただいかんせん集中力が続かない。あーにゃ頑張る。星頑張る。ちゃんと終わらせないとテレビはお預けだぞ。うい、ここはさっきやったのと同じ。そうだ、いいぞ。子供のやる気を出させて分かるまで根気強く教える。それを世の中の親はやってるのか。大変だな。おいアーニャ、寝てしまったか。今日は頑張っていたしな。アニメは録画しておいてやるか。これでやっとアニメ見れる。ご飯の前に少し勉強するか。わからないところは教えるぞ。アーニャ今忙しい。忙しいってアニメ見てるだけだろ。宿題を忘れるとトニトがつくし、テストだって近いんだ。ちゃんと勉強しろ。このままだとテストで赤点を取ってしまう。退学になればオペレーションストリクスが。アーニャが勉強できないと父が困る。でもアーニャ勉強嫌い。でもアーニャがトニト取って学校にいられなくなったら。泣くほど勉強が嫌なのか。だがこのままだと赤点を取る可能性が。宿題が終わったらテレビを見ていいぞ。本当？ああ、本当だ。まず今日の分の宿題を終わらせよう。アーニャ頑張る。ああ、そうだ。偉いぞ。アニメのために宿題やる。ああ、そうだ。偉いぞ。勉強嫌いだけど頑張ります。ああ、そうだ。偉いぞ。さて、早速始めよう。まずは分数の問題か。これは分母が3になって3分の1だな。これは1が3つに分かれているわけだ。つまり3分の1が3つで1になるわけだ。簡単だろ。分母1が3つで3。どうした？ほら、この例題も同じだ。なぜ解けないんだ？こいつが何を理解できてないのかわからん。父、がっかりしてる。あ、早く答えなきゃ。父の心読むしかない。ここの問題は学力向上を目指しながら他の方法でステラを。
運動は見込めなさそうだから、やはり社会貢献で、いやそれよりもデズモンドの息子と仲良く、ステラ獲得へのアプローチは。父、心の声いっぱい、情報がいっぱい、どれが問題の答えかわからない。ほら、この問題はここの公式を使って。大丈夫ですか、アーニャさん。ここの問題、母の心読む。一緒に考えましょうか。分母が5だから1の5等分ってことで、5って S と似てますよね。ボンジジュース、アーニャが頑張るしかない。すみません、急な仕事が入ってしまいました。帰りが遅くなるかもしれないので、デリバリーでも頼んでください。はい。いってらっしゃい。ボフボフ。母、何食べる？そうですね、今日は私がご飯を作ります。落ち着けボンド、母のシチューは美味しい。今日はアーニャさんの好きなハンバーグを作りましょうか。アーニャ、今お腹いっぱい。大丈夫ですよ、アーニャさん。夕飯までまだ時間がありますからね。うい、最後の晩餐。ハンバーグ、ボンド食べられない。ボンドさんにはワンちゃんでも食べられるように作ります。アーニャ、母のシチューが食べたいな。すみません、シチューの材料がなくて。絶対絶命のピンチ。それじゃあご飯支度の前にお部屋を片付けましょう。ボンド、お片付けで時間稼ぎだ。その間に父が帰ってくること祈る。ではまず本を片付けましょうか。そこにある本を取ってくれませんか？うい、わあ、つまずいちゃった。アーニャさん、ボンドさん、大丈夫ですか？怪我はありませんか？すごく散らかったけど大丈夫。大丈夫ですよ、アーニャさん、ボンドさん。これくらいならすぐ片付けられますから。それではお片付けの続きをしましょう。ちょっと時間がかかってしまいましたが、これで綺麗になりましたね。それでは夕飯を作りましょうか。どうしよう、ボンド。母の料理回避不可能。ただいま。予定よりも早く仕事が終わって。なんだ、どうしたんだ？随分と部屋が綺麗に。夜さんが片付けてくれたんですか？はい、アーニャさんとボンドさんと一緒に。ありがとうございます。少し遅くなってしまいましたが、夕飯の準備をしますね。片付けてくれたお礼に僕が夕飯を作りますよ。母の料理回避。ですが、お仕事から戻られたばかりですし、お疲れじゃないですか？いえ、大丈夫ですよ。ではお願いします。アーニャ、ハンバーグ食べたい。わかったわかった。それじゃ早速作るか。おーい、そろそろ勉強の時間だぞ。8分の2、3分の
人で勉強をしている。一体どんな心境の変化なんだ。まあ、アーニャさんが一人で勉強を。ええ、嬉しいのですが、一体何が。ロイドさんの熱意が伝わったのではないでしょうか。そうだといいのですが。きっとそうです。そうですね。この調子で頑張ってもらうためにも、夕飯はアーニャの好きなものでも作りますか。ええ、アーニャさん喜ぶと思います。勉強飽きた。お腹すいた。アニメ見たい。でも父のためアーニャテスト頑張りたい。いい匂いがする。父、今日の晩ご飯何？ハンバーグだ。やったさ、できたぞ。ご飯にするか。そんなに慌てて食べなくても誰も取ったりしないからちゃんと噛め。うい、まんま。ロイドさんの作るご飯は美味しいですからね。おいアーニャ、そんなところに隠れて何してるんだ。警戒。アーニャたちは今敵のアジトに侵入中。え、なんだ、例のスパイごっこか。大丈夫ですよアーニャさん。敵に見つかっても私がやっつけて差し上げますから。父、敵はいつもアーニャたち狙ってる。はいはい。それでこれからどうするんだ。捜索して組織のボスの秘密暴く。そうか。頑張れよ。敵はいないがな。悪者やっつける。そうですね、悪者はやっつけなくちゃです。私もお手伝いしますよ。うい、アーニャ悪者やっつける。爆弾取り返す。ボンドと一緒に探す。爆弾。よし、エージェントボンド、敵のアジトに乗り込む。ついてこい。おい待てこら、どこに行くつもりだ。ったく人の話を聞きもしないで。言ってしまわれましたね。絵日記を書くから城に連れてけなんて言われて連れてきてみれば、これじゃ普段の日常とは変わらんじゃないか。ですがアーニャさん、あんなに楽しそうにしていらして、それだけでも連れてきてよかったのではないでしょうか。確かにそうかもしれませんね。わかった今行くから少し待ってろ。ついてこいお前ら。仕方ない。行きましょうかヨロさん。はい、行きましょうロイドさん。今日のお出かけ楽しかった。
諸君、本日は課題の提出締め切りだ。実にエレガントだ。おかえりなさい。そういえば今日が課題の提出日でしたよね。どうでした？アーニャの絵日記、先生に褒めてもらった。諸君、本日は課題の提出締め切りだ。アーニャちゃんは課題の絵日記どんなこと書いた？私はね、アーニャ父と母とボンドとお出かけして絵日記書いた。いろんなとこ行って楽しかった。なんだそれ。出かけて楽しかったなんてガキの感想かよ。タミヤン様、あいつらの話聞きましたか？お出かけをして楽しかっただけとか、まったく庶民のボキャブラリーは貧相ですよね。そうだな。絵日記の内容も庶民らしく地味なもんだろ。タミヤン様、本当のこと言っちゃかわいそうっすよ。ちょっとあんたたちね。なんだよ、違うってのか？どうせ大したこと書いてない絵日記なんだろ。もっとエレガントだ、デズモンド。この課題は各自の生活に優劣をつけるものではないぞ。そしてアーニャ・フォージャー、提出した課題についてだが、誤字脱字が多すぎる。文字が汚い。もっときれいに書くことを心がけろ。だが、家族と過ごす日々、それをフォージャーが心から楽しむ様子はよく伝わってきた。その点は実にエレガントだ、アーニャ・フォージャー。マジかよ。アーニャ先生に褒められた。くそ、なんであんなやつの絵日記が褒められるんだ。もちろん皆の絵日記も同様に素晴らしい。イーデン校の生徒にふさわしい実にエレガントなものだった。ってことがあった。素晴らしいです、アーニャさん。父、母、ボンドのおかげ。よかったな、アーニャ。アーニャさん、よかったら絵日記を見せてもらってもいいですか？ありがとうございます。これは公園に行った時の。この日は天気も良くてお出かけ日和だったな。これは水族館に行った時の。いろんなお魚さんがいて可愛かったですね。これはボンドとかけっこした時の。アーニャすごく楽しかった。父と母とボンドのおかげ。また一緒にお出かけしたい。はい、またお出かけしましょう。アーニャまだまだ冒険したい。そうですね。息抜きも必要ですからお出かけしましょう。アーニャ勉強頑張る。だからもっとお出かけしたい。冒険は課題や勉強に必要か？いや、息抜きには効果的かもしれんが。冒険かどうかはわからんが、いや、少し検討してみよう。お出かけお出かけ。わかったわかった。次のお出かけ先を決めるぞ。フォージャーよ、なぜステラが欲しい？何のためにインペリアルスカラーを目指す？なんかかっこいいから。あっさ